さあ続いては今度は世界に目を移しましょう、香港です。デモが過熱しております。香港のデモに注目していこうと思います。今日はそのメンバーに直接お話を伺います。お客様です。香港の民主活動家の周庭さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして元外務省専門分析員で神田外語大学教授の興梠一郎さんとも後ほどつなぎたいと思います。後ほどね、つないでいきたいと思いますが、まずは周さんに関してなんですが、周さん、民主の女神と呼ばれています。2014年に香港の民主化デモ雨傘運動に参加しました。去年も逃亡犯条例改正案に反対するデモに参加し、昨日も国家安全法、そして国家条例案に対する抗議デモに参加しています。さあ今香港の皆さんが何に怒っていらっしゃるのか、赤荻君お願いします。主に2つのことに対して怒っていらっしゃるわけですね。それまず一つ一つ見ていきますと、1つ目が国家条例案というものです。国の歌ですね。これ下に行きますね。大まかに行きますと、中国の国家への侮辱行為や替え歌を禁止するといったもので、違反すれば最長3年の禁錮刑が課されます。でこれ元をたどるとですね、3年前2017年に中国本土で国家法が成立し、香港にこの国家法の法整備を求めていた。それから2年後にその香港政府が議会に提案した。途中審議中断したんですけれども、今月また始まって、親中派は6月4日に採決に踏み切る方針だという、まずこれが一つ。国家法です。これがまず一つ。でもう一つが国家安全法というものです。こちらは国家の分裂や政権転覆を狙った組織的なテロ活動や外部勢力による内政干渉を禁止するというもので、日本の国会にあたる全人代で今日採択予定というものです。でこれが決まると、デモで香港独立の旗を掲げたり、ネットで共産党の独裁を批判したり、外国議員と面会する、これができなくなるぞというものなんですね。ですから興梠さんも、香港議会ではなくて、これ中央政府がこの法案を採択するので、香港市民がどれだけ抗っても阻止が難しいゆえに、香港にこれまであった自由がなくなってしまう恐れがあると警鐘を鳴らしています。さあ興梠先生とつながっているようですが、興梠先生、いわゆる国家法の条例案、これは香港の立法議会で通すもの、それからこの、国家安全法に関しては全人代で香港の議会を通さずに決められるということなんでしょうか。国家安全法っていうのは中国で2015年に制定されましたから、もともとあるんですね、中国国内では。それを香港に適用したかったわけです。で香港基本法っていうのの23条の中に、香港の議会立法会でそれを制定するっていうようになってるんですね。なるほど。ところが香港独自にいくらやってもできないわけです。デモが起きたりして抵抗されてるので、それで変化球でこの基本法の18条の中にですね、中国の国内にもともとある法律ですから、国家安全法2015年の、これを付属文書の中に入れられるっていうのは実はあるんですよ。ただ自治の範囲でないものって書いてあるんで、例えば国防外交とか他の自治の範囲でないもの、だから香港の弁護士団体はおかしいって言ってます。これは自治の範囲内だろうと、国家安全法は、それは争点になって、でマカオはもう2009年に入れちゃったんです。制定してしまったんですね。ですからマカオのように実はやりたいと。なるほどな。いうことなんですね。さあそこで周さんたちが立ち上がっているということになると思いますが、周さん、これはもう大変ですね、今香港は。そうですね、とても大変ですし、本当に香港社会の中の恐怖感は、正直というと本当に半端ないんですね。さっき、おっしゃってましたけれども、国家法だけではなく国家安全法というものがあってですね、これは一番香港市民一番心配しているというか、一番納得できない、法律だと思っています。もともと香港では一国二制度ということがあって、いわゆる香港と、中国の制度は全く違うというか、香港は私たちの、政府があったり立法会があったり、そういう司法裁判所があったりしますけれども、今、その香港の立法会が法律を可決されるということではなくですね、中国政府は直接香港に立法する
ということですね。だから本当に一国二制度は完全に破壊されているんです。だから国家安全法が本当にできたら、私がすぐ逮捕されたり収監されたりするかもしれないんですね。だから本当に、香港人にとってとても怖いというか危ない法律です。周さん、今コロナで世界中大変じゃないですか。香港もね、公衆衛生上考えると大変なので、国以上集まるといけない罰金刑になるなんていう状況だと伺っております。そんな中、皆さんが集まるのは大変なんじゃないですか。そうですね、正直、今、香港のコロナの状況は、2月や3月のような、厳しい状況ではないし、感染者数ゼロの日も多くなったんですけれども、もちろん今みんな出かけるときにもマスクをつけますね。でもデモ活動に参加しているときには、本当にコロナがあってもなくてもみんなマスクつけるので、しかも普通のマスクではなくガスマスクをつけるので、だからやっぱり、コロナではもちろん、とても厳しい問題なんですけれども、でもコロナって死ぬか国家安全法って死ぬかという本当に香港はとても厳しい状況になっていて、本当に権利とか自由とかそういう問題だけではなくですね、身の安全の問題ですね。これ皆さんどのようにして集まってるんですか。SNS ですか。そうですね、SNS、香港では政府に反対する方が、マジョリティなんで、だからみんなも SNS で声を上げたり、あと SNS、すみません、あとで街で集まってデモ活動をやったり、しています。やっぱりみんなも中国政府、香港政府に対しても不満や怒りの気持ちが、たくさんあって、特に中国は独裁の国なので、中国は完全に香港を取り締まるとしたら、香港の私たちがもともと持っている、政治的な権利や自由が全部なくなるという恐怖ですね。そして今私たちGoogle とか Facebook とかインスタとかそういう SNS を使えるんですけれども、今使えてるんですね。国家安全法ができたら、Facebook とか Google とかも使えなくなるという可能性とかもありますね。だからとても、恐ろしい法律です。周さん、日本の新聞を読むと15歳の男子学生であったりとか17歳の女子高生であったりとかっていう方々がデモに参加していると書かれておりました。世代的に言うとどういう方々が集まってるんですか。そうですね、やっぱり香港のデモ活動には、若者とかもすごく多かったんですけれども、でも若者だけではなくいろんな人たち、いろんな市民やいろんな仕事をやっている市民がいろんな年齢の市民とかも、デモ活動に参加していますね。やっぱりみんなも香港政府に対しても中国政府に対しても不満というか怖いというかいろんな気持ちを持っていて、もう戦うしかないというか自分の家を守りたいという気持ち。中国の中央政府による香港へのこの動きについてアメリカがこのような今動きですね、対抗措置を示唆とあります。オブライエン大統領補佐官は、我々は中国に対し国家安全法を香港に導入しないことを強く進める。もし導入するなら香港はこれまでのようにアジアの金融の中心であり続けることはできなくなるだろうと話します。去年制定した香港人権民主主義法に基づいて中国関係者らに制裁を科すこと、香港の優遇措置を見直すことを示唆しているんです。そしてさらにトランプ大統領もその制裁について今週中には発表できるだろう、とても強力なものになる。そしてポンペオ国務長官が、もはや香港が高度な自治を維持していると誰も主張できない、香港への優遇策について続けるに値しないと発表しました。国家安全法は今日の夕方にも採択と聞いておりますが、そうなると周さん、はい、これ習近平さんは一本も引かないんではないかというような見立てもありますが、いかがでしょうか。
そうですね、もちろん中国はとても、強い政権で、それはそうなんですけれども、でもやっぱり国際社会からのプレッシャーというものもとても大事だと思っています。今回も例えば、さっきもおっしゃったように、アメリカもその制裁を考えているというか、これからね、制裁という一部の制裁のその政策を取るということになってしまって、やっぱりもちろん香港の経済にとってもその影響があるかもしれませんけれども、やっぱり仕方がないという部分もありますね。香港はもともと国際金融都市として、今回の国家安全法は香港人にとって悪い影響があるということだけではなくですね、やっぱり国際社会、いわゆる香港で資金や会社を設立した、国にとっても、とても強い影響が出ますね。だから実はアメリカだけではなく、例えば欧米のたくさんの国とか日本にとっても国家安全法は注目すべき問題だと思っています。これは私たちの人権や自由の問題だけではなくですね、香港の政治、香港の安定、そして香港の経済にとってもダメージになるので、やっぱりその国家安全法という問題は本当にその中国政府は撤回すべきだと思っています。周さん、すみませんね、お話。周さんたちはだからこのデモを通して、もちろん香港政府にも中国政府にもそうなんでしょうけど、世界中に訴えてるってことなんですね。そうですね、実は今回の、国家安全法が設立した目的の一つというのは、国際的な交流を阻止することだと思っています。特に去年のデモ活動から、私たち香港社会と、国際社会とのつながりが、たくさん、増えて、やっぱりそういう国際的な交流は中国政府は一番見たくないというか、一番恐れていることだと思っています。だから今回の国家安全法はそういう目的で作ったんじゃないかなと思っています。はい、わかりました。周さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。国家安全法に抗議する集会が今日も香港では行われ、参加した人は民主主義を求めるスローガンなどを叫びました。全人代での採択直後に私たち JNN の取材に応じた民主派団体メンバーの周庭さんはこう話しました。自由や権利をなくなるという恐怖感もあるし、一方で国家安全法を撤回させるため抗議活動は一層激しくなると指摘します。私たちが死ぬのなら死ぬ前に絶対に成功しなきゃという強い気持ちというか、もう最後の最後まで戦いたいという